やあみんな、ジュークだよ。今回はマキタのハンマードリル HR163D を修理していくよ。じゃあ早速本編行ってみよう。こいつが HR163D だよ。動作確認をしていこう。とりあえずバッテリーを入れてっと、LED はつくけど動かないね。分解してみよう。まずはブラシを取り出す。ブラシカバーを外して、硬いなあ。よいしょっと。あれ？ブラシは綺麗だぞ。反対側も外してみよう。やっぱりブラシは正常だ。とりあえず前方カバーのネジ4箇所を外してみよう。カバーが外れるかな？ありゃ、アーマーチェアごと抜けちった。まあいいや。ハウジングに移ろう。ハウジングはラベル側7箇所のネジで留められている。ハウジングを開けてっと。これが電気系のレイアウトだ。忘れないようにしよう。磁石を外して電気系をまるっと外していこう。これどうやって動いてるんだろう。わからん。気を取り直してアーマーチェアの絶縁を確認するよ。アーマーチェアの絶縁は大丈夫そうだ。ハンマー部分の分解するよ。まずは先端のビット保持の部分をばらしていくか。スナップリングが大きくて外しにくい。外れた。
中にボールが入ってるね。さて、このカバーはどうやって外すんだろう。外れんぞ。はい。まずはドリルのモード切り替えのつまみをハンマードリルの向こうへ移動させるよ。そうするとつまみを外すことができる。ポンと。そうすればカバーはスルッと外れるよ。なんだか複雑な構造だ。とりあえず機構周りに不具合はなさそうだ。ちょっと回路を調べてみよう。回路に 18V の電圧を加えてっと。各部の電圧を調べてみる。よくわからないけど、最終的にブラシへ 18V が供給されればいいんだから。お、18V 出てるぞ。どういうことだ。これってワンチャンアーマーチェアのベアリング調整でいけないかな。ということで一度復元するよ。ここのベアリングを調整してっと。こんな感じ。必要最低限の構成で組んでいくから、今回は早回しだ。ハウジングを組み立てて、ハンマーをつける。ブラシを入れて、ちょっと動かしてみよう。動かんな。アーマーチェアには 18V かかっているはずなのにな。こうか不幸か。こいつの回路は出力弾の FET が出てるから、こいつを交換してやろう。交換する FET には IRFP3206 と書いてあった。
まずは配線の被覆を剥がしてっと。FET から配線を外そう。外そう。ハンダが解けん。切っちゃえ。IC の足を切り揃えて、被覆を剥がしてっと。さあ、ここからオイラの華麗な小手さばきを披露するよ。とくとご覧あれ。あれ、ということで、ハンダごてを変えて作業を続けよう。あっち。配線間違えた。あっつ。これでついた。IC に CPU グリスを塗ってアルミ板につけるよ。よし、できた。本組の前に動作確認してみよう。動いた。部品を揃えて組み立てていくよ。まずは電気系を組んでいこう。バッテリーコネクタを接続してっと。回路をハウジングに収めるよ。これがハンマードリルのハウジング側レイアウトだ。組み立て時の参考になれば幸いだ。回路をハウジングに収めたら、ハウジングを閉めちまおう。
次にハンマー部分を復元していこう。と言っても、今回ハンマー部分には手を加えていないから、少なくなったグリスを追加で塗っていくよ。今回はグリスの量が多いから安いグリスを買ってきた。まあ成分は同じようだから大丈夫だろう。グリスアップしたらハンマー部分をハウジングに収める。ハンマーのケース内側にはこれでもかっていうくらいにグリスを塗る。グリスを塗ったらケースをハンマーへかぶせてやる。ネジを締めてハンマーのモード切り替えのつまみをつける。先端のビット保持の部分を組み込んでいくよ。スナップリングがうまく入らん。入った。最後にブラシを復元してっと。よし、試運転と行こうか。試運転するよ。まずはドリルモードだ。うん、穴が開いた。次はハンマードリルモードだ。こっちも正常に穴を開けられるね。いい感じ。さあ、今回の HR163D の修理はどうだったかな？今回のように FET が別になっているケースは FET だけを交換することで修理費を抑えることができそうだ。それじゃあまたねー。